こんにちは、月島です。今回は私がコンプレッサーを操作するときに確認するポイントを順番にまとめてみました。そして音量レベルの確認という新しい項目を一つだけ付け足しています。基本的に今までのコンプレッサーの動画とリンクする形ですが、使い方の参考にしていただければ嬉しいです。目次です。音量レベルの確認、スレッショルド、レシオ、任意の操作、アタックとリリースの操作、ゲイン、メイクアップの操作、最後にまとめと次回予告です。私は音源の音量レベルはコンプを操作する上で最初に確認すべき項目だと考えています。これはミックスのスタート時のお話も含みます。録音したトラック、楽器の音が大きすぎたり小さすぎるとコンプの設定が難しくなりますので、先に平均的な音量に調節しておいた方が操作がスムーズです。私の場合はエフェクトを全く使用しない状態で一度ラフに楽曲をミックスします。その時にヘッドルームも含めて各トラックの大体の音量調節もしておきます。プロツールスの場合は Waves の NLS というコンソールのヘッドアンプをモデリングしたプラグインを一番上に挿入して音量を調節しています。スタジオ1でラフミックスする場合は入力コントロールセクションやミックスツールを使用して音量を調節します。そしてミックスを始めるときはマスタートラックに挿入した VU メーターを確認しながらドラムのキックを自分の中で基準にしている音量に合わせます。一般的なのは VU メーターのヘッドルームが -18dB でキックもしくはベースを -5dB 付近に合わせる感じだと思います。再生してみます。私の場合は普段少々違う基準値にしているのですが、今回はコンプレッサーのお話ですので、ミキシングの設定や理由などはまた別の機会に動画にしたいと思っています。レシオと任意について考えます。私は音を強く圧縮したいのか弱く圧縮したいのかで判断します。波形を見て音量差が大きい時は強め、音量差が少ない時は弱めといった感じで考えたり、音源、楽器によってもかける強さを判断しています。例えばアコースティックギターはすぐにコンプの影響を受けてうねった感じになりますので、毎回設定が難しいと考えています。レシオ設定については一般的な設定値は3から5前後だと思います。このスネアトラックは音量差が大きいのでレシオ8にしています。再生してバイパスの状態と比較してみたいと思います。まずはバイパスです。次にコンプレッサーをかけて再生します。このような違いがあります。任意はかける音源によって設定は様々ですし、ヴィンテージコンプなどは操作できないものもあります。レシオや任意の設定に迷うときは、プリセットを参考に数値を決めることもありだと思います。私もよく活用しています。そしてその後にスレッショルド値を見ていきます。これはゲインリダクションメーターを見ながら操作します。私はだいたい 6dB 前後で動くような感じで設定すれば問題はないと思います。アタックとリリースは設定次第で音が変わりますので、じっくりと操作します。
詳しくはコンプの使い方第3回目をご覧ください。私はアタック感やトランジェントを出したいときはアタックを遅めに設定し、なだらかにしたいときは早めの設定にします。リリースで考えるポイントは2つあり、遅れてくる低音を出すのか少なくするのかと、次の音にコンプがかからないように調整します。そしてアタックとリリースを操作していくと、リダクション量も変化していきます。圧縮量が多くなりすぎないように、都度ゲインリダクションメーターをチェックしてスレッショルドも調整します。また、ドラムトラックでリリースの設定値を見ておくと、ボーカルやギターなど音が続く音源でもリリースタイムを応用することができます。ここまで来たらゲイン・アウトプットレベルの調節をします。圧縮をすると当然音が小さくなりますので、ゲインのつまみで音量を戻します。理由としては、コンプを通過した音が小さくなると次のプラグインのかかりに影響してしまうためです。また、私の場合は事前にラフミックスしていますので、全体のバランスが崩れてしまうのを防ぐためでもあります。ゲインの操作は VU メーターやピークメーターなどの各種メーターを参考にします。ここまでが私がコンプレッサーを使うときに考えていることになります。コンプレッサーはとても奥が深いエフェクトだと思います。そして現代の DTM ではパソコンの能力が許す限り、実際には不可能なコンプレッサーのかけ方を自由にすることができます。例えばヴィンテージコンプを並べてかけてみたりするなどです。やり方はたくさんありますので、ぜひ自分なりのコンプテクニックを探してみてください。その過程で私の動画がお役に立てれば嬉しいです。また、今回のコンプレッサー企画で私自身も新しい発見と気づきがたくさんありましたので、この企画を行って良かったと思います。次回はゲートというプラグインを見ていきたいと思います。主にノイズ処理などに利用できるエフェクトですので、使い方を知っておくと多少は便利になります。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。